どうもこんにちは。今回はレーザーのハンツマンミニのレビューと、それから改造とカスタマイズをして最強のハンツマンミニを作っていきます。レーザーのハンツマンミニっていうキーボード、もうすでにめちゃくちゃ人気で知ってる方も多いと思うんですけど、今ちょっと購入を考えてる方とか、キーボードのカスタマイズに興味のある方は、ぜひこの動画を最後まで見ていってください。まずはさらっとレビューをして、その後動画の後半では改造とカスタマイズをして、で、標準の状態とカスタマイズ後の比較のサウンドテストっていうのもやって、で、最後にこのキーボードのメリットデメリットを話すって感じでやっていきます。それでは早速スタートです。はい。レーザーのハンツマミニっていうキーボードですね。で、自分はもともと半年ぐらいは使ってたんで、その感想からまずは話していきます。で、結論、ゲーム用特化のキーボードなんですけども、ゲームをしない人にもおすすめできるキーボードです。まあ、多少の個人差はもちろんあると思いますけども、単純に文字をタイピングするのにも適したキーボードだと思います。普段キーボードでゲームはしないけど、見た目がまあかっこいいし可愛いからこれ欲しいなって考えてる人にもちゃんとおすすめできます。理由は静音性と打鍵感の良さです。そんじょそこらのメカニカルより全然いいです。で、実際どんな感じの音なのかっていうのは後で聞いてもらいます。で、このハンツマミニは 60% レイアウトのメカニカルキーボードで、当然キーボードがデスクの上で占領するスペースをカットすれば、マウスがもっと自由に動かせるよねってことで、ゲーミングキーボードは最近 60% とか10キーレスとか、こういうちょっとコンパクトなキーボードが最近は主流になってきてます。で、ご覧の通り F キーがないので、ファンクションキーを使って F1 とか F2 とかを操作するキーボードになります。それからメディアコントロールとか矢印方向キーなんかもファンクションキーを使って操作するってことになります。で、フルサイズのキーボードを長く使ってきた方からするとちょっと慣れが必要で最初は戸惑うかもしれませんけど、その分当然コンパクトにまとまったキーボードにはなってます。重さが 455.5g 今測りました。なんで、この手のキーボードの中ではちょっと軽い部類です。ずれたり動いたりしてどうしようもないってことではないんですけども、あんまりどっしり感はないです。で、キーキャップは白一色のシンプルな見た目で、ダブルショット PBT になってて、どんだけ擦りまくったとしても摩耗で印字が消えない仕様になってます。で、さっきも言った通り、ファンクションキーを押しながら操作することも多いキーボードなんですけど、こんな感じで、キーキャップ横にサイドプリントがあるので、それを見て確認することもできます。で、こうやってファンクションキーを押してると、ライティングが変わって、F キーとか、メディアコントロールとか、サイドプリントに印字された機能に対応しているキーだけが光るようになってます。それから、いかにもゲーミングキーボードって感じの RGB のライティングがあるんで、それがちゃんと抜けるように文字だけはスケルトンになってます。で、よーく見てみるとわかるんですけれども、マットな質感で、ちょっとだけザラッとしたような表面の仕上げになってて、かなり高級感ありますし、汚れてもさっと拭き取りやすいです。それからキーボードの裏面なんですけども、角度をつけられる足がついてます。角度は6度と9度で調節ができて、さらに足を立てなくても4箇所ラバーパッドがついてます。ケーブルは取り外し可能な USB Type-C のケーブルがついてきます。例えばこういう自分の好みのコイルケーブルなんかにももちろん付け替えることができます。それからこのハンツマミニはキーキャップを付け替えることもできます。一般的なメカニカルキーボードと同じように、こういうチェリー互換の十字の溝があれば、PBT だろうが ABS だろうが好きな見た目のものに変えられるから大丈夫です。ただ、さっきも言った通り、標準のキーキャップは RGB ライティングを通すように文字だけスケルトンになったり、それからサイドプリントがあったりはするんで、そこは注意してください。光を通さないものだと RGB ライティングはちょっと地味な感じにはなっちゃいます。ただ、標準のキーキャップはマットな質感で触り心地も良くて、すごいいい感じなんで、標準のままでも全然いいと思います。それからレイザーシナプスっていうアプリケーションでマクロの設定管理とか RGB ライティングの設定ができます。キーボード自体のファームウェアのアップデートもここからやるっていう感じになります。ただちょっとこのアプリに関しては文句のつけどころが多くてですね、いろんなユーザーからも言われてるんですけども、Windows 環境下でタスクバーとか Explorer がコンピューターの起動時に固まるっていうバグがあったんですよ。で、実際自分も被害に遭ってて、購入当初かなり困ってたんですけど、今現在、2021年の10月、今現在は、アップデートによって少なくとも自分の環境下では問題は解決してます。でも相変わらずこのレイザーシナプスっていう常駐アプリがメモリをだいぶ食ってるんで、ちょっとなんだかなっていう感じのアプリではあります。RGB ライティングはこのアプリを立ち上げてないと機能しないっていうちょっと残念仕様も相まってかなりユーザーからは不評ですよね。で、この辺がちょっと気になる方はもう最初からライティングとかマクロのカスタマイズっていうのを諦めてしまって PC 起動時にはこのシナプスが立ち上がらないようにしといた方がいいかもしれません。で、ここからはこのキーボードの最大の特徴であるスイッチについてちょっと話していきます。このハンツマンミニはレーザー独自のリニアオプティカルスイッチっていう、こういう見た目の光学式のスイッチっていうのが搭載されてます。まずちょっと音を試してみましょう。
こんな感じです。で、従来のメカニカルキーボードのいわゆる赤軸系よりも 15% から 30% ぐらいはアクチュエーションポイントが短縮されているって書いてあります。で、一応書いてあるんですけど、これは全然キーボードとかスイッチのメーカーによって変わってくると思うんで、これ何とも言えないと思います。で、アクチュエーションポイントが短縮っていうのはどういうことかというと、めちゃめちゃ簡単に言ってしまうと、キーの反応が一般的なキーボードよりも一応結構早めの設定にしてるんで、ゲーマー向きですよってことですね。レーザーが言いたいのはそういうことです。ただ実際使ってみた感じ、キーがめちゃくちゃに軽いかっていうとそういうことでもなくて、結構スプリングのしっかりした押し心地もあって、バネっぽい跳ね返りも感じられるんで、次に打ちたいキーに対しての動きもすごいスムーズで、タイピングはしやすいです。どんだけ打ち比べても、どう考えても一般的なメカニカルの赤軸よりはむしろ重いです。だから例えば触れただけで反応しちゃうみたいな、そんな感じではないので、タイピングメインの人もそこまで心配しなくて大丈夫です。もちろんこんなことは個人差はあるとは思うんですけれども、自分はタイピングに関しては不自由は全く感じてないです。でもあくまでもゲーミングキーボードとしてアクチュエーションポイントがかなり早い設計にされているってことは事実なんで、人によってはって思うかもしれません。で、メカニカルキーボードっていうよりかは、どっちかっていうといわゆるリアルフォースとか高級な静電容量無接点のキーボードに打ち心地は結構近いなって思いました。で、それから見た目、言うまでもないですけど、こんな感じでめちゃくちゃかっこいいです。しつこいですけど、もちろん打ち心地に関しては個人差というか好みの問題が出てくるんで、そこは家電量販店とかに行って、もし試せるのであれば絶対試してから買ってください。はい。それからサウンドテスト入っていきます。リニアオプティカルスイッチですね。これは従来の一般的なメカニカルキーボードの赤軸スイッチによく似てるんですけれども、見た目は似てるんですけど、全くの別物です。で、音の違い聞いてもらえればわかると思うんですけども、赤軸と比べるとめちゃくちゃ静かです。じゃあちょっと比べるんで聞いてみてください。まずハンツマンミニは改造も何もしてない標準の状態。それから比較対象はオーテムの赤軸スイッチ。これが搭載されているキーボードです。それではどうぞ。はい、どうでしょう。めちゃくちゃ静かじゃないですか。実際リアルで聞くと、ほんまに静かです。で、もちろん好き好みあるでしょうけど、打ち心地もかなり良くて、スコスコっとした、ものすごいスムーズな感触です。ちょっと赤軸よりは重い感じで、この感じは、リアルフォースとか高級な静電容量無接点のキーボードに結構似てます。で、そこに、ちょっとバンピング感をプラスしたっていうような感じの感触かなと思います。で、この静音性はどっから来てるのかなと、何がここまで静かにさせてるのかっていうことを調べようと思って、実際キーボードをこんな感じでバラしてスイッチ取り出してみたんですけども、これ普通の赤軸スイッチであればこのスイッチをパカッとさらに分解ができるんですけど、こいつはちょっとこれ以上分解することはできなさそうでした。で、レディットみたいな海外のフォーラムでちょっと調べてみたんですけども、さらに破壊して分解してる人がいたんですね。で、その人のこと見てみると、シリコンダンパーが中に入っているってことが分かったそうです。で、このあたりはちょっと普段使ってるメカニカルキーボードのスイッチとは違うポイントですね。ただこのシリコンダンパーっていうこのちょっとしたちっちゃい部品がですね、これ一つでここまで静かになるのかっていうとちょっと不思議ですよね。それからこのハンツマンミニはゲーミング用のキーボードとして作られてて、アクチュエーションポイントを短縮させて超高速反応みたいな感じの歌い文句で一応作られてるわけなんですけども、ぶっちゃけ自分はタイピングとかしててもあんまりわかんないんですよ。で、この作りがどれぐらいゲーミング以外のタイピングの作業に影響してくるかなんですけども、そこまで自分は不自然さとか違和感は感じませんでした。だから例えばしばらくガテロンとかチェリーとかの赤軸を使ってこのハンツマンミニのリニアに乗り換えて打ったとしても、誤字脱字誤爆とかがめちゃくちゃ多くなるとか、そんなことは多分ないんじゃないでしょうか。普通にいいキーボードですよ。ゲーマーにもゲームしない人にも両方ともにおすすめできるキーボードです。今は値段が12,000円とかそれぐらいになってるんですけども、全然値段以上の価値はあると思います。はい。で、ここからは改造とカスタマイズに入っていきます。今からやる作業そこまで複雑じゃないですし、簡単なカスタマイズです。ただもちろんやるなら自己責任の上でやってください。それではまずこのウレタンフォームっていうのをキーボードの内部に入れていきます。これ中の空洞部分を減らして反響音を少なくするっていう狙いです。キーボードのカスタマイズっていうと結構これやる人多いですね。まずはいくつかのキーキャップを外して、ネジを外して分解していきます。ケースはこの配線で繋がってるので、それだけちょっと注意してください。まずこの黒いケーブルがちっちゃいクリップみたいなもので押さえられてたので、それを外して抜いて、それから、白いケーブルも抜きます。
ケースの裏側にウレタンフォームを入れます。EVA フォームとかいう言い方もするんですけど、Amazon とかでもまあ安く売ってますし、手芸屋さんとかにもありますし、ダイソーでも100円で売ってます。でも Amazon でまとめて何枚か買った方が割安です。一応概要欄にリンクも貼っときます。で、厚さが 1.5mm から 2mm ぐらいです。あんまりにも分厚すぎると良くないと思います。ケースの大きさに合うようにハサミで適当にカットして間に仕込むっていうだけですね。で、ネジ山の邪魔にならないようにそこだけフォームにも穴を開けときます。あと、さっき抜いたケーブル類、これも通せるようにカットをしといてください。で、こっからさらにちょっとだけ手を加えます。といってもルブするだけなんですけど、キーボードよくいじってカスタマイズしたり、チューニングしたりする人は知ってると思うんですけど、ルブっていうのは、それぞれのキースイッチとスタビライザーとかに潤滑剤を塗ることです。これによってラトル音とか、きしみの音とか、小さい振動の音とかが減るんで、結構一般的なカスタマイズの入り口っていう感じの手法です。本来ルブっていく作業っていうのはこんな感じでスイッチをパカッと開けて中にグリースを筆で塗っていくわけなんですけども、今回のこのハンツマンミニはスイッチがこれ以上分解できないのでスプレールブっていう荒技をやっていくことになります。スプレールブについては結構界隈では賛否両論あるんですけど、自分は容認派です。こんなもん当然自己責任ですから。スプレーでやっちゃうとあんまりかけたらダメなところにも潤滑剤がついちゃって信号系統とか基板自体に悪影響があるんじゃないかってことが言われてます。なんでもちろん一応 PCB プレートからスイッチは全部外してから、個別にスプレーをかけていくっていう形でやります。このレーザーのハンツマンミニには入ってないんですけど、例えば静音化するためのオーリングとかを仕込んでいる方なんかは特に注意をしてください。この潤滑剤がラバー素材を劣化させるって言われてるんで、ここは注意です。で、スイッチを全部外したら、一個一個ルブしていきます。で、スプリングをこんな感じで下げて、下げた状態のところにスプレーをします。ちなみに今使ってるのは、スーパールブっていう万能潤滑剤です。これは何にでも使えるんで、概要欄にリンク貼っときます。付属してるノズルがちょっと太いんで、先端にテープかなんか貼って、細くしてから使ってください。それからあとこれは自分はこれ撮影のために部屋で思いっきり換気しながらやりましたけども、当然体にはめちゃくちゃ悪いと思うんで、必ず屋外で作業をしてください。で、全部終わったら2時間ぐらい放置して完全に乾かしてください。これもすごい重要です。ちゃんと乾かしてください。で、それからプレートに戻して、で、最後にスタビライザーのルブをやります。で、スタビライザー何かっていうと、キーボードって例えばこういうスペースキーとか、エンターキーとかシフトキーとか、普通のキーよりも幅広のキーがありますよね。で、こういうキーがちゃんと安定して押せるようにスタビライザーっていう金属の棒が入ってます。こういうやつですね。で、このシャフトがほんのちょっとだけ曲がってたりとか、内部の構造にこう隙間がガバガバ開いてたりすると、こうカチャカチャっとラトル音がしたりするんですよ。こういうちょっとしたノイズが、結構重要なんですよ。でスタビライザーごとお気に入りのスタビライザーに交換とかしたりもするんですけど、今回はこのまた結構特殊なスタビライザーが入ってて交換ができなかったんで、上からルブするだけにしておきます。で、この溝の空間部分に潤滑剤を入れて、カチャカチャ音を減らしてみようという作戦ですね。で、ここで使うのはさっきのスプレーではなくて、もうちょっと重いグリースタイプのルブです。クライトックスの205、グレード0ってやつを入れてます。で、これちょっと Amazon とかで見たら探してもなかったんで、ただ、ベイヤマとかならあると思うんで、一応リンクは貼っておきます。ただ、さっきのスーパールブのグリースタイプとかもあるんで、そんなんでも全然いいと思います。で、潤滑剤を塗った後にバンドエイドを貼ります。で、このバンドエイドモッドっていうのもかなり一般的なキーボードカスタマイズの手法で、その名の通り、このバンドエイドを切って隙間を埋めるように貼り付けるっていうやり方です。で、こんな感じでスタビライザーのマウントの下にバンドエイドをカットして貼り付けます。で、自分が使ってるのはこれ厳密にはバンドエイドではなくて、テーピング用のやつです。これも100均に売ってます。それからワイヤーと PCB プレートの間にもかませておいて、ラトル音とか、微妙なちっちゃい振動のノイズがならないようにしておきました。で、この辺の作業はすごい細かいんで、ピンセット推奨です。はい。で、それが終わったら、黒い方のケーブルを止めて、白ケーブルを挿してネジ止めですね。で細かいネジ止め、キーボードもそうなんですけど、パソコン自作する人とかも、こういう電動の精密ドライバーは買っといた方がいいですよ。で、自分はこのシャオミのやつ使ってるんですけど、これは買ってよかったですね。これも一応概要欄にリンク貼っときます。で、ネジ止めも終わったら、キーキャップ全部付け直して、これで改造とカスタマイズの作業は終了って感じです。はい。で、それでは早速サウンドテストをしてみます。全く何も触ってない標準のレーザーハンツマンミニと、今のカスタマイズとかチューニングを全部終わったレーザーハンツマンミニですね。それでは、いきます。
はい、どうでしょうか。さらにめちゃくちゃ静かになりましたね。これ結構びっくりですね。もともとかなり静かな部類のキーボードではあるんですけど、ちょっとの手間でこんだけ変わります。一番下に仕込んだウレタンフォームのせいかわからないんですけど、なんかめちゃくちゃさらに打ちやすくなってますね。すごいしっとり感アップって感じです。で、見ていただいた通り、このカスタマイズってめっちゃ簡単ですし、おすすめなんで、半つまミニ買ったらぜひチャレンジしてみてください。これやったらめちゃくちゃ愛着も湧くと思います。はい。という感じで、レイザーの 60% レイアウトのキーボード、半つまミニのレビューと改造と、それからサウンドテストって感じでした。最後にメリットデメリット話すんですけど、メリットというか、この半つまミニはいいとこなんですけども、まずコンパクトでかっこいい。で、デスクが超スッキリする感じですね。それから自分的にはこれが一番すごいことだと思うんですけど、とにかく仮にカスタマイズ全くしなかったとしても、かなり静音性に優れてて打鍵感のいいキーボードです。スムーズで打ちやすくて、ルックスもめちゃくちゃかっこいいと。で、ゲームをキーボードでする人は特におすすめです。で、反応もめちゃくちゃ良くて、しかも静かなんで、ボイスチャットとかしてても邪魔にならないですし、ゲーム配信してる人とかはこれすごい向いてると思います。で、デメリットは、マクロ設定アプリのレーザーシナプスっていうアプリの使いにくさですね。今でこそアップデートで改善はされてるんですけど、ソフトウェア関連のバグも多かったですし、そういう煩わしさはもしかすると使う環境によっては出てくるかもしれません。当然そうなってくると、レーザーの公式サポートに頼るっていうちょっとめんどくさいことになってくるわけです。それから60% レイアウトのキーボードではあるんで、すごいコンパクトなんで当たり前ですけど、キーが少ないわけです。それ当然慣れが必要なんですけど、人によってはちょっと F キーがないとか矢印キーがないっていうのは耐えられないよっていうことで使うのやめちゃうみたいな人もいるかもしれません。そんな感じですね。で、でも値段が今、12,000円ぐらいなんですけど、絶対値段以上の価値はありますね。自分はそう思いました。で、それから改めてすいません。ちょっとしつこいんですけど、こういう系のカスタマイズとか改造はあくまでも自己責任でお願いします。他のキーボードのチューニングとかにも使える知識なんで、こういうの初めて見たよっていう方はちょっと覚えておいてください。今回のこの動画が参考になれば、ぜひ高評価とチャンネル登録をしておいてください。他にもいろいろ紹介したいキーボードとか、実際今も机の横に山積みになってるんで、興味ある方はチャンネル登録とベルマークの通知設定ってやつもしておいてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。